皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は前回にやった日常で使える擬音語ランキングを改めて、全く使えない擬音語ランキングトップ7を解説していきます。幻想郷では無給や、あやややといった言葉遊びも充実しているんだよな。そう、しかしこちらの世界で使うとなるとヤバいやつだと思われる擬音語も存在するので、これらをランキング形式で解説しますよ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する日常で全く使えない擬音ランキング第7位はレミリア・スカーレットの、じゃを食べちゃうぞです。レイムさんこれはまあ全く使えませんね。マリサさんその通りですね。もちろんレミリアは日頃からこんな可愛らしい言葉を使うわけではなく、普段はボーイッシュでカリスマ性が溢れています。しかし、非常に扱いやすいキャラなだけあって、何かとカリスマブレイクを受けやすいキャラなんですよ。原作でもいじられちゃうからね。本来のレミリアは吸血鬼という上位の種族であり驚異的な身体能力と魔力を誇り、樹齢1000年を超える大木を片手で掴んで持ち上げ、瞬きする時間で人里を駆け抜け、一声かけるだけで大量の悪魔を召喚し、自らを大量のコウモリに分解し、さらには霧状にまで細かくしどこにでも入り込み、頭以外が吹き飛ぶ怪我を負っても一晩で元通りになるというのです。10歳の低い部類の少女が片手で樹齢1000年を超える大木を持ち上げるってあられちゃんぐらいだろ。再生能力に関しては実際に、東方暴月賞ではレミリアの手が丸焦げになっても一瞬で元通りになっていました。こうやってちゃんと設定を聞くと本当にカリスマ性たっぷりの最強クラスの妖怪だよな。しかし、二次創作では10代前後の可愛らしい見た目からカリスマブレイクの対象となりやすいキャラなのですよ。カリスマブレイクされた状態のレミリアは時々レミラや、カリチュマと呼ばれることが多いです。と入っても、その分可愛さは急上昇するし魅力なども減ることはなく、実際今でも非常に人気も高くカリスマ性が落ちているわけではありません。むしろ二次創作で扱いやすくて、人気は上がっていく傾向にあるよね。この私、ゆっくりレ夢ムもそろそろ、カリスマブレイクの餌食になりそうですよ。安心してください。もともとカリスマ性のかけらもありません。そして原作でもレミリアはカリスマブレイクとなることが多く、代表的なセリフとしてじゃを食べちゃうぞというものがあるのですよ。これは東方飛送展でレミリアがシャメイマルに対して放ったセリフなんだよね。それでは東方飛送展でレミリアがシャメイマルアヤに対して言った、実際の使い方を見てみましょうか。さあ、ついにコウマ館に潜入いたしました。ここにはどんな魔物が潜んでいるのでしょうか。で、出ました怪物です。特派員の運命はいかに。食べちゃうぞ。恐ろしい肉食の怪物のようです。これが伝説の模型レムベンベの姿なのでしょうか。模型？ごめん、それの演技ができないや。でも今日は乗ってきた方ですね。いや初めて登場した時の恐ろしさはどこへ。見事なカリチュマブレイク。こういったセリフから、わかりやすく積極的に動いてくれる性格で日常ほのぼの系やギャグ、はたまたシリアスやアクションも OK と、何でもできちゃうダウンタウンさんも顔負けの芸人魂を持ったキャラのことから未だに人気が上昇中。これが本来のカリスマの姿なのか。そしてこのじゃを食べちゃうぞを私たちが使うとなると非常に難易度が高いんですよ。カリスマブレイクで長年鍛えられたレミリアだからこそ使える名言だもんな。私たちが使えるならハロウィンの日ぐらいでしょう。また知名度はかなり高いので、友達にから割れた時に使うこともできますが、まず日常で使えることはないですね。ただ一人だけこの、じゃを食べちゃうぞ、を使いこなせる妖怪がいたんですよ。なんだと？そんなすごい芸人魂を持った者がいるのか。そうなんですよ。その名前はガチャピ。それでは次に紹介する日常で全く使えない擬音語ランキング第6位は、フランドール・スカーレットのキュッとしてドカーンです。実際使うとなるとかなり勇気いるよね。この名言を残したフランドールの能力はありとあらゆるものを破壊する程度の能力。なんと触れようが触れまいが、物や生き物を破壊することができてしまうのです。こんな可愛らしいロリっ子なのに恐ろしすぎる能力だぜ。この能力のせいで一緒に遊んでも作ったものを片っ端から壊されてしまうので、誰も一緒に遊んでくれないようですね。マリサさん遊んであげたらどうですか？数時間後には3時の紅茶タイムの具材になってます。ちなみにどうやって物を破壊するかというと、すべての物質には目という最も緊張している部分があり、単純な攻撃力破壊力だけならば先ほど紹介した姉子のレミリアをもしのぐほどの能力を持っていると思われますよ。ちょっと難しい能力ですが、簡単に言うと相手の弱点を掴んで握りつぶすって感じですね。つまり男性の弱点を握りつぶせば即死にできるみたいな感じです。いやなんで男性限定で言ったのでしょうか？フランはこの能力を活かしてなんと隕石も破壊しています。
しかもカラス天狗の新聞記者の綾の写真を見ると、結構大きな隕石が落ちていました。しかし本人曰くキュッとしてドカーンで隕石は破壊したとのこと。これはゲーム内で言ったセリフではなくて書籍、東方文化庁で言ったセリフなんだよな。パッと聞いた感じ使いやすそうではありますが、これを日常で使うことはまあないでしょう。確かに場面が思いつかないし、認知度が高すぎて逆に使いづらい傾向にあるよね。もし使うならサラダをキュッと冷やして、ドカーンとツナマヨを乗せるみたいに料理中なんかに使うことができるかもです。はいはい、なるほどね。あと嫌な奴に心の中でキュッとしてドカーンって唱えるぐらいだぜ。もしかして私地雷踏みました？マリサさんと関わるの控えますね。さて次に紹介する、全く使えない擬音語ランキング第5位は旧作マリサがミマ様に勝った時に言ったウフフです。これ使えるのサザエさんぐらいだろ。初登場である風魔6では赤い髪をしていて、その場合公式の5時からマリサと区別されていますね。夢時空幻想郷では紫色の服を着ていますが、怪奇団では黒くなっていて、幻想郷のカットインでも黒となっていますよ。さすがはおしゃれさんだけあって作品ごとにいろんな服を着ているよな。夢時空では月飾りをつけていますが、幻想郷からはつけていないようです。マリサさん何かこれについて知っていませんか？そういえば前に男からもらったって言っていたような。時を戻そう。旧作のレイムと違い、旧作のマリサは最初1回のボスとして登場し、後に次期常連に大出世してきました。一面ボスで次期になるのは異例すぎるな。またミマをミマ様と慕う、天下無敵の魔法使いで現在と同じように努力家で大の狩猟マニア。基本的に女言葉ですが、幻想郷エンディングではダ絶頂を使ったりもしていますね。旧作のマリオ母さんが女言葉を使っていたのか。一応旧作ではないマリサもレミリア・スカーレットに女性らしい言葉を使っている場面もあるのですがね。映画ショーではスギちゃん並みに、ラジェを使い始めたよな。そんなまだ女の子らしかった旧作マリサが、夢時空のミマ戦マリサ戦で勝利した際に、ミマ様に勝っちゃった。うふと笑ったセリフがあるんですよ。まさか若かりしうちのおかんがヤンデレ気質だったとは。そう、完全にヤンデレ感あふれるこの笑い方はまず日常で使えることはできないでしょう。しかも旧作のことから認知度もそこまで高くないから、これを使ったら完全にヨシカみたいにこの人の海そ腐ってて可愛いでしょってなるよ。間違いないですね。それはさておき、実はこの笑い方には元ネタがあるんです。まさかの元ネタがあるのかよ。そう、ジュンさんが影響を受けた竹本泉先生の作品のしましま曜日の宮崎ゆかりが吸血鬼になりきっていた時に、トマトジュースをウフと言いながら飲んでいたのが元ネタだと言われています。まさか元ネタがあって、他にも使っていたキャラがいたとは。ちなみに東方幻想郷の5面でも同じような笑い方をしているのですが、そっちはウフです。当然の代わりに小さい「つ」を使って不が1個多くなってるじゃん。それにしてもこんなヤンデレ感ある笑い方を扱えるのは可愛い魔法少女のマリサぐらいですよね。マリサさん。キャハハハハ、イッツ、ルナティックタイム。いやそっちを使うんかい。では次に紹介する日常で全く使えない擬音語ランキング第4位は、魂魄ヨウムの代名詞でもあるミョンです。シンプルに使うとなるときちい。魂魄ヨウムというと、かっこよくて強いだけではなく、どこか弱い部分を持ち合わせているからこそ親近感を沸かせ、大人気となったキャラクターです。昨夜とかヤクモランとか同じ従者がいるが、これはヨウムにしかできないような可愛らしい一面があるんだよな。その通り、剣士というキャラクターといえばクールでかっこいいイメージですが、ヨウムには守ってあげたくなるような可愛い一面があるから、人気投票ランキングで1位を獲得したのでしょう。そういえば、前回の主人公たちとの人気投票差はどうなってるんだよ。 1位のヨウムの得票数、9698票で、1押し数、3253票。2位のマリサの得票数9600票、1押し数2216票。3位のレイムの得票数9280票、1押し数2124票。投票数はあまり変わりませんが、皆さん押し数を見てください。2位のマリサとの差はなんと1000超えとかなりの差。それはすごすぎるぜ。一押し率でもトップクラスなんだろうな。今私の第3の目でマリちゃんの心を読みましたがキュッとしてドカーンを使っていました。いやどこに第3の目があるんだよ。ヨウムがどれだけ愛されていて、真の人気を誇るキャラだということがわかりますね。そんな魂魄ヨウムの魅力の一つがミョンですよね。レイム部長、ヨウムのミョンとは結局何なの？これは東方ヨウムのおまけテキストに記述されているエキストラストーリーの会話中にて、レイムたちがひょんなところで、といった直後にユユコを探していたヨウムが登場し、ユユコ様また、妙なところにいてと発言しました。へえ、原作のエキストラストーリーで使われた言葉なんだ。これは、直前の会話をヨウムが聞いていたため、ヒョンとミョンをあえて混ぜられたものと考えられますね。ミョンという語がテキストの語字ではないかという意見もありますが、テキスト中ではミョンが3回も登場していることからわざとでしょう。それでは実際の会話をどうぞ。あなたが、ひょんなところでのんきに花見してるうちに、巷は冥界から溢れた幽霊でいっぱいだわ。
何を間違えたか家の近くまで来ていたから、あなたに文句を言うために探したのよ。私だって、ただひょんなところでお茶を濁しているだけじゃないわ。もうすでに、冥府の結界の修復は頼んであるわ。ならなんで、ひょんなところでのんびりしてるんだ？帰れなくなるぜ。ひょんなって何よ。そして、また一人、亡霊姫を訪ねてくる者がいた。いや、一人ではなく、二分の一人かもしれないが。ゆり子様、また、妙なところにいて、それより大変です。あなた、さっきの私たちの会話聞いてたみたいね。これが本家の妙だったのか、すごくいいものを見れたぜ。とても可愛らしくて使ってみたい言葉ではありますが、実際私たちが使うとなるとお前誰だ状態になりますね。さらにフランのキュッとしてドカーンと同じく妙もあまりにも認知度が高いから逆に使いづらいところあるよね。もし使うならば先ほどヨウムが実際に使ったみたいに妙を妙と混ぜてうまく扱うのがベストでしょう。ジョジョの妙な冒険みたいな感じってことね。あとは認知度が高いので、ネット上で使うにはありでしょう。もしリアルの日常で使うとなると厳しいところあるよな。かなり可愛い子が使わないと厳しいでしょう。私みたいにね。霊夢さん派存在が厳しいっす。それでは次に紹介する、日曜で全く使えない擬音語ランキング第3位は、聖白蓮のいざ、ナムーです。いや住職しか使えないだろこれ。まず聖白蓮とは、幻想郷に外の世界で存在が薄くなった仏教を広めている妙蓮寺のリーダーですよ。白蓮は、弟の意志を引き継いだ妙蓮寺で多くの妖怪たちを仏道の弟子としていて、寺で共に暮らしているんだが、妖怪たちからとても慕われている、人柄がいい魔法使いなんだぜ。しかも白蓮はお酒は飲まない、殺生を好まない肉を食べないなどの宗教的なルールを大切にしています。幻想郷ではお酒で交流を交わすことが多いので、少し人間と打ち解けにくいようですね。ちなみに私たちの世界の仏教も本来はお酒がダメらしいんだぜ。しかし妙蓮寺の弟子たちは隠れてお酒を飲んでいます。いや飲んでんのかよ。作中では語られていないのですが、妙蓮寺の宗派は平安時代において弘法大師が開いた宗派である真言宗またはその中の市議山真言宗であると言われています。その理由は、聖白蓮とその弟の妙蓮の元ネタとなる市議山縁起という絵巻が奈良県の市議山真言宗の長後村市寺に所蔵されていること、またその寺の本尊が毘沙門天であることですよ。毘沙門天って結構どこでもいるけど奈良県が本尊だったのか。そんな根っからの仏教との白蓮ですが、なんと立ち絵エフェクトにも影響が出ているのです。青蓮線では、ナズーリンはチーズであったりもするのですが、白蓮はなんとナムさんとテキストが表示されているんですよ。東方青蓮線6面にて、誰で挑んでも白蓮は必ずこのセリフを言うのです。白蓮めちゃくちゃ気に入ってるじゃん。導入部分の言葉は変化するのですが、必ずこれで弾幕が開始されるのですよ。ところでナムってどういう意味なの？ナムとは、古代インドの言葉であるサンスクリットのナマス、あるいはその変化型のナモーという音を、そのまま伝えて簡約したもので、南とカムなどの漢字自体の意味とは関係はありません。ナマスとは帰依する起名する、つまり根本として従う、それほど大事に敬うという意味があるんですよ。だからナム妙法蓮華経は、妙法蓮華経に起名するということになります。そんな意味があったなんて知らなかったぜ。というか知っている人まずいないだろ。そう、そこなんですよ。この擬音語の意味が全くわからずどこで使うのか不確定すぎて使うことができないんですよ。マジで、住職になって使うぐらいだよな。あとはスポーツなどで気合の掛け声として、いざなむというぐらいでしょう。いやそれも相当おかしいけどね。なんだったらこの言葉で、オチを作ることもできません。マジで数十分ぐらい考えましたが無理でした。それでは次に紹介する、日常で全く使えない擬音語ランキング第2位は、東方神霊廟の2面ボスを務めた笠谷京子の言ったジャーテラーテです。確定的に使えません。京子は山に向かって大声を上げると、聞こえてきた声に対し、同じ言葉を大声で律儀に返事する妖怪。山で暮らしているが最近、妖怪のためのお寺妙蓮寺に入門したんだよな。仏門に入った理由は山彦としての本領が発揮できない状況に虚しさを覚えたため、妙蓮寺の掃き掃除は朝のお勤めのようで、他にも炊飯や迎え撃ちなどをしています。古来からどこの山にもいるありふれた妖怪なんだぜ。楽しい声には楽しく返事をし、怒りの叫びには逆ギレで返事をする明るく楽しい妖怪ですが、近年では個体数が減りつつあるようで、存在が危ういことからも妙蓮寺に入門しました。なるほど、妙蓮寺初使えない擬音語が流行りなのね。東方神霊廟2面ボスにて笠谷京子が、ジャーテイラーテイと般若心経のこの部分を唱えつつ登場したことから、京子の愛称に、笠谷京子の立ち絵にある文字だよな。というか、このジャーテイってどういう意味なんだ？まずジャーテイと聞こえますが漢字ではジャテイと書くのです。実は古代インドアーリア語に属するサンスクリット語をそのまま音訳したものでカッパ、生きなさいの意、テイは、悟りの世界、という意味ですよ。なるほど、昔のインドの言葉だったのか。これは勉強になるよ。それにしてもジャーテラーテって確かにお寺とかでよく聞くけど、一般人が使うには無理がありすぎるよ。そう、
一般人が使えばゲゲ、変人と思われちゃいますよ。難しい言葉にして、使う場面があまりにもないことから第2位にさせていただきました。まだナムは、ナムアミダを唱える時に使えるけど、じゃあテラーテは言わないもんな。京子も面白がって使っているものでしょう。そう思った今日この頃、やっぱりラーテでオチも思いつかなかったのね。それでは日常で全く使えない擬音語ランキング第1位は、コメージサトリの言ったカッパッパー、カッパッパーキュウリのキュウちゃん丸かじりです。いや、おっとりしているサトリがそんなわけのわからない擬音語使わないだろ。それが言っているんですよ。カッパッパーキュウリのキュウちゃん丸かじりは東方地霊伝4面、マリサシー装備川城に砦の会話であります。ちなみに地霊伝は灼熱地獄を管理するコメージサトリの屋敷のことだ。また床暖房完備らしくいつも暖かいようですよ。冬は便利だが夏になったら暑いじゃねえかこの野郎って言っちゃうよ。いや東方天空ショーでマリサが初めて言ったまさかの一言。そんな地霊伝の主がコメージサトリで、コメージ小石という実の妹がいるんですよ。サトリは能力で人の心を見えるんだが、小石は第三の目を閉ざして、聞こえなくしたようだぞ。そういえば、コメージ姉妹の元ネタって何なんだ？コメージ姉妹は悟り妖怪と呼ばれる妖怪なんですよ。岐阜県の山奥に、人間の心を見透かす妖怪悟りが住むと言われています。へえ、元ネタは岐阜県の妖怪だったのか。前回も話した通り、悟りは心を読める能力ゆえに、地上の人間と妖怪から嫌われて地上から追放されて、この地底に来たのですが、地底の妖怪からも嫌われているのですよ。また裏設定としてもともとは妖怪の山で住んでいたようだぜ。阿久曰く心を読めることは丸裸で話し合うということではなく、会話がまるでできなくなるということを意味するとのこのこと。このことから他人は誰も地霊伝に近寄りたがらないため、ここに来客はないんだよな。しかし、久しぶりの来客にテンションが上がったのか、落ち着いている悟りとは思えないような言葉を言うのです。私は悟り、この地霊伝の主です。あなたの考えていることは全て筒抜けなのですよ。私の第三の目で、マリサさん。なんだって？まだ何も言っていないのに。おい、さっさとやっちまいなよ。まあそうだな。倒してこの家を捜索するしかないな。心が読めるだと？何かのインチキに違いない。本当だったら今から考えることもわかるはずだ。カッパッパー、キュウリのキュウちゃん丸かじり。本当なのかよ心が読めるってのは、こんな奴に勝てるのか？といった感じですよ。いや本当に言っているじゃん。まあマリサに言わされた感はありますがね。とはいえ実際に口から言っているところ結構芸人魂がある人なのかもです。というか、カッパッパー、キュウリのキュウちゃん丸かじりってどういうことだよ。これは本当に意味が不明。おそらくマリサがニトリと通信していることから、適当に出てきたことを言ったものですしね。私たちが第三の目で悟りの心を覗いたら何を言わすんだこのバナナと思ってるぞ。間違いないですね。こういったことから日常で使うことは絶対に不可能。私も考えてみましたが全く思いつきません。これを一発芸に使うのも厳しいぞ。先ほどまでの擬音でも文を抜いて使うことが絶対にできない擬音語となっています。それをまさかいつも落ち着いた悟りが言っていたなんて驚きだぜ。これを小石が聞いたらなんていうか聞いてみたいですね。こういったことから、間違いなく日常で使えるような代物ではないことから第1位にさせていただきました。相当キュウリとカッパが好きなやつじゃないと無理があるよな。それでも厳しいと思いますがね。さて今回の授業はここまでにします。視聴者さんが思う全く使えない擬音語があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。